きます。3、2、1、じゃーん。かわいい。皆さんこんにちは。寿司アーティストのちちゃです。本日はこちら、日本でも海外でも大人気な古典柄割り七葉という模様の巻き寿司を作っていきたいと思います。まるでモザイクアートみたいな巻き寿司を作ってみたい。でも難しそう。以前レシピや動画を見て作ってみたけど失敗してしまった。そんな経験はありませんか？私も最初は古典柄を作ってみたくて自己流でやってみたのですが、全然うまくいきませんでした。ここで綺麗に作るコツなどを勉強して、今ではでも綺麗に古典柄を作ることができています。今日はそんな私が日本でも海外でも大人気な古典柄割り七葉という文様の巻き寿司の作り方を徹底解説していきます。古典柄の基本を練習できる柄になっています。この動画で一緒に練習して、このような綺麗な古典柄の巻き寿司を作れるようになりましょう。私は今まで100名以上の方々に巻き寿司を教えてきました。今までの実績、ノウハウをもとに可愛い巻き寿司の作り方のコツなどを今後も配信していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。それではスタートです。本日使用する材料はこちらです。概要欄に記載しておきますので、ぜひチェックしてください。まず最初にデジタルスケールを使って寿司飯をグラムごとに分けていきましょう。寿司飯の美味しい作り方はこちらの動画で説明しています。ぜひご覧ください。寿司飯を 30g1 つ、50g2 つに分けていきます。次に寿司飯と食材を混ぜて寿司飯に色をつけていきます。本日使用する食材はこちらです。桜でんぶ、若菜のふりかけと青さこ、卵焼きを使っていきます。スーパーでも購入できる食材ですので、ぜひ購入して挑戦してみてください。桜でんぶは大さじ1杯使っていきます。卵焼きはこのように手で潰して細かくしていきます。いり卵を使ってもいいのですが、いり卵だと一粒一粒が大きく、寿司飯全体に綺麗に色がつかないので、この方法をおすすめします。このようにご飯に混ぜ込むタイプのふりかけは塩が入っていて、たくさん入れるとしょっぱくなってしまうので、量には気をつけてください。今回は若菜のふりかけに青さこ8ぐらいの割合で作っていきます。寿司飯に食材を入れていきましょう。寿司飯と食材を混ぜて色をつけていきます。ネチネチと混ぜてしまうと寿司飯がお団子状態になってしまうので、優しく混ぜていきましょう。これで寿司飯の準備が完了です。次に本日使用する海苔のサイズについて説明していきます。よくスーパーなどで売られている海苔は 21cm×19 センチで、この1枚のサイズを前径と呼びます。これを半分にカットしたもの、10.5 センチ ×19 センチを飾り巻き寿司、巻き寿司アートでは海苔1と数えます。10.5 センチ ×19 センチを1枚。これをさらに半分にカットしたもの、10.5 センチ ×9.5 センチ、海苔2分の1を3枚使用していきます。ここまでできたらパーツを作っていきます。まずは魚肉ソーセージを使っていきます。魚肉ソーセージの綺麗な剥き方を紹介します。この点線を下にしておきます。先端部分に包丁で切り込みを入れていきましょう。切り込みを入れた部分を下に引っ張っていきます。そうするとこんなに綺麗に剥くことができます。この魚肉ソーセージを10センチ長さにカットしておきましょう。それでは巻きすを使って巻いていきましょう。まず、まな板の上に巻きすを乗せます。巻きすの紐が上に来るように置いてあげてください。その上に海苔2分の1、10.5 センチ ×9.5 センチを乗せていきます。巻きすと海苔の下線はいつも一緒です。覚えておいてください。色付けした寿司飯を一つ取ります。どの色でも大丈夫です。手の中で軽く棒状にして海苔の下少し開けておきましょう。寿司飯の幅、高さが均等になるように調節していきます。海苔の上端に寿司飯に3粒をつけて指で潰していきます。そうすることで海苔がペラペラしにくくなります。ここまでできたら巻いていきましょう。巻きすと海苔を一緒に持って海苔を寿司飯に貼り付けます。このまま巻きすが下の海苔につくまで巻いていきます。下の海苔まで巻くことができたらギュッと締めましょう。巻きすを浮かせて上に転がしていきます。
これで綺麗な棒状の巻き寿司ができました。別角度でもう一度説明していきます。巻きすと海苔を一緒に持って海苔を寿司飯に貼り付けます。このまま巻きすが下の海苔につくまで巻いていきます。下の海苔まで巻くことができたらギュッと締めましょう。巻きすを浮かせて上に転がしていきます。これで綺麗な棒状の巻き寿司ができました。これと同じものをあと2本、合計で3本作っていきます。それでは作った巻き寿司を縦半分にカットしていきます。古典柄では縦半分にカットするという工程がたくさん出てきます。これをきれいにできると、こちらのような人気の古典柄、四角巻きという巻き寿司も作ることができるようになります。ぜひ一緒に練習してマスターしていきましょう。巻き寿司を切るときは、よく切れる包丁、手酢、お酢とお水1対1で割ったもの、濡れ布巾を用意してください。包丁の刃先を手酢につけて濡らします。刃が濡れていると寿司飯が包丁につきにくく、綺麗に切ることができます。目盛り器まな板の太い線に先ほど作った巻き寿司の中央を合わせて置いていきます。包丁の先端部分を使って目印となる切り込みを入れていきます。まな板の太い線をなぞるようなイメージで切り込みを入れていきます。この切り込みは深くなくて大丈夫です。海苔1枚切ることができれば OK です。こんな感じで切り込みを入れてあげてください。このように切り込みを入れることができたら、濡れ布巾で包丁をきれいにして、再度手酢で包丁を濡らしていきます。先ほど入れた切り込みを目印に切っていきます。今度は包丁全体を使って切ります。押し切りではなく、包丁を上下にスライドさせながら、刃が曲がらないように、できるだけまっすぐ包丁を落とすイメージで切りましょう。最後の海苔の部分が切りにくかったら、そこの部分だけ押し切りしても大丈夫です。これで綺麗に半分に切ることができました。別角度でもう一度説明していきます。目盛り付きまな板の線をなぞるようなイメージで切り込みを入れていきます。切り込みを入れることができたら濡れ布巾で包丁をきれいにして、再度手酢で刃先を濡らします。切り込みを目印に今度は包丁を大きくスライドさせながら切ります。海苔の部分が切りにくければ最後は押し切りしても大丈夫です。こんな感じできれいに切ることができました。残りの2本も同様に縦半分に切っていきましょう。はい、無事縦半分にカットすることができました。緊張の瞬間でしたね。ここまでできれば、あともう一踏ん張りです。早速、組み立てていきましょう。まな板の上に巻きすの紐が上に来るように置きます。その上に海苔1を置きましょう。巻きすと海苔の下線はいつも一緒です。海苔1の上に半分にカットした巻き寿司のパーツを断面が下に来るように置きます。今回はピンク、黄色、緑の順番で置きます。特に決まりはないので好きな順番で大丈夫です。緑まで置くことができたら再びピンク、黄色、緑の順番で乗せていきましょう。ここまでできたらピンクと黄色のくぼみのところに魚肉ソーセージを乗せていきます。海苔の上端に寿司飯2、3粒を置き指で潰しておきましょう。では巻いていきます。巻きすを持って魚肉ソーセージを指で押さえながら巻いていきます。最後の緑のパーツが見えなくなったら巻くのをやめて巻きすごと手に持ちます。ピンクのパーツの隣、ちょうど空いているスペースに緑のパーツを入れます。をクイッと動かしてあげてください。こんな感じでジャストフィットしてくれます。入れ込むことができたら巻きすを使いながら海苔を閉じましょう。こんな感じで完成です。別角度でもう一度説明していきます。巻きすを持って魚肉ソーセージを指で押さえながら巻いていきます。最後の緑のパーツが見えなくなったら巻くのをやめて巻きすごと手に持ちましょう。ピンクのパーツの隣、ちょうど空いているスペースに緑のパーツを入れます。ジャストフィットしたら巻きすを使いながら海苔を閉じていきます。はい、組み立てが終わりました。お疲れ様でした。早速カットしていきたいと思います。先ほどと同様、包丁、手酢、お酢と水1対1で割ったもの、濡れ布巾を用意します。包丁を手酢に入れ、刃先を濡らしておきます。巻き寿司は10センチ長さにできているので、これを4等分にカットしていきます。最初は5センチ5センチのところで切ります。巻き寿司を切るときは押し切りは NG です。包丁を大きく上下にスライドさせながら切っていきましょう。いきます。3、2、1、じゃーん。すごいかわいい。使い巻き寿司を切ると包丁がこのように汚れるので、濡れ布巾できれいにして再度手酢で包丁を濡らして切りましょう。次は 2.5 センチ、2.5 センチのところでカットします。4等分にカットすることができたら完成です。
完成しました。イエーイ。この巻き寿司はお状に巻いたり、で半分にカットしたり、全柄に出てくる基本を練習できる柄になっています。材料もバーで売られているものたちなので、ぜひチャレンジしてみてください。一つ食べたいと思います。いただきます。ちょっと欲張りすぎました。埋まるかと思いました。お弁当に入れてもすごく華やかになりますし、手土産として持っていったらすごい喜ばれると思います。現在公式 LINE では寿司飯の作り方をまとめた資料や可愛い巻き寿司作りに役立つコツなどをプレゼント中です。お子さんを可愛い巻き寿司で喜ばせたい、お子さんと一緒に巻き寿司作りを楽しんでみたいという方は動画下の概要欄からぜひぜひ登録お待ちしております。今回の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。古典柄の作り方勉強になったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。